皆さんお久しぶりです。前回 YouTube を更新してから知らない間にもう1年ぐらい経ってしまったんですけど、ちょっと近況報告をしようかなと思って動画を撮ってみました。2年前に再度フランスに行ったタイミングでは、今後、長い間フランスに住んでいけるようにパリで地盤を固めたり動いてはいたんですけど、フランスにいる間も含めてこの1年半から2年ぐらいの間にちょっといろんな私の家族の状況とか自分自身の状況とかが変わって、日本で家族と一緒にプロジェクトを進行することに決めたので、日本に帰ってくることにしました。どのようなプロジェクトかというと、私と母と私の妹と3人で東京の恵比寿にゲストハウスをオープンするというプロジェクトになります。ゲストハウスといってもホテルとゲストハウスの間のような位置づけができる施設を目指して今作っています。ホテルと言えるほど大きなものではないんですけど、3階建ての一軒家で1階がリビングとカフェで、そのカフェを私の妹が前も紹介したんですけどビーガンのお菓子屋さんをやっていて、妹がそのカフェを仕切ってくれます。でリビングがあって、あと2階3階が1部屋ずつの計2部屋のホテルです。で2階と3階の部屋は4人ずつ泊まれるキャパシティがあって、マックスで8人泊まれて一棟貸しもできたらいいかなっていうふうに考えてます。で朝ごはんはうちの母親が日本の家庭料理を体験してもらいたいということで朝ごはんを作って出します。あと全体の運営は私と、家族とみんなでやってっていう感じなので、完全にファミリープロジェクトではあるんですけど、この10月から建物の竣工が始まり、来年の夏前後に完成してオープンを目指して今動いている感じです。そもそもなぜゲストハウスを始めようと思ったかというと、第一に私の母がもう昔から外国人の受け入れをしたいっていう夢があって、我が家に外国人の人が来て日本の、カルチャーを体験してもらって楽しかったって言って帰ってほしいっていう思いがずっとあって、でそれがこのタイミングで実現できそうだったので本腰を入れて、計画を進めているっていう感じです。なので実はここ1年半ぐらいずっとパリにいる間から企画を進めていて、ついに10月から竣工ということでこのタイミングで報告させていただきました。もっと詳しい内容はもうちょっとこれから工事なりいろんなこと進んできてからまた話せればなと思ってます。ゲストハウスオープンに向けて今、フランス語圏の人に向けた料理教室を開催しようかなと思って企画しています。私も料理が大好きなんですけど、母も私以上に料理が好きで健康的でヘルシーな和食を毎日作っているんですけど、それに加えて薬膳の知識だったり、野菜ソムリエの資格を持っていたり、知識としても豊富なので、そういった日本の主婦が作る和定食みたいなものを外国人の人たちにシェアできたらいいなと思って、そちらの準備も始めてます。でそれに向けて今こういう食材についての効能などが書いてある本を読んで私も勉強してます。ホームステイのホストになるっていうのも今実は私の母の家で実行していて、フィンランドから女性の留学生が1ヶ月間滞在しています。彼女は英語とフランス語が完璧にできるので、私も、会える時はコミュニケーションをとって日本にいても異文化交流ができるっていうのは面白いなと思って過ごしています。現状報告としてはこんな感じです。なので大きくはゲストハウスと、あと料理教室、あともう一個企画してることもあるんだけど、ちょっとそれについてはまた後日お話しできればと思うので、今のところこの2つに取り組んでいます。とはいえパリの生活はすごく恋しいところもたくさんあります。もちろん日本の生活も大好きだし、とても快適で過ごしやすいんだけど、
具体的にどういうところが恋しいかというと、まず一つはマルシェですね。私はパリにいた時は週に2回ぐらいはマルシェに必ず行って、野菜とか果物とかチーズとかお肉とか全ての食材をマルシェで揃えてたので、それが生活の中の楽しみだったんですけど、日本はねなかなかマルシェで食材を買うっていうことができないので、どうしてもスーパーでの買い物になってしまうっていうのがちょっと恋しいなと思います。あとはパリって東京に比べてすごく狭いので、出かける時とか、友達と待ち合わせする時とか、だいたい自転車で10分15分、長くても20分あれば目的地にたどり着くことがほとんどだったんですけど、やっぱ東京は広いので移動が大変だなって思います。ずっとそれで生活してたし慣れてはいるんだけど、ここ行くのにこの時間かかるのかと思うと、ちょっと家出るのが億劫になったりっていうのはありますね。今までの動画でもよくお話ししてたと思うんですけど、フランス人って何もしないことを楽しむのがすごく得意だし、何もせずに公園で寝そべって友達とピクニックして、一人でも読書して、あと日焼けしてとかいうのが生活習慣の一つとしてあると思うんですけど、なかなか日本にいると、特に東京にいると公園に行ってもそういう風なリラックスの仕方をしてる人ってあんまりいなかったりするので、そういう生活習慣は恋しいなって思います。ただスリとか、デモとかそういうのは東京にいる限りほとんどないので、気を張らなくていいっていう良さは日本にあるなと思います。こんな感じで日本でのまた生活も YouTube アップできたらと思っているので、見ていただけたら嬉しいです。